皆さんこんにちは。サンフランシスコのおしゃれなユニオンストリートへやってきました。それでは早速店長が人工知能 AI のお店へ行ってみましょう。アンドンマーケットの前に来ると看板が置いてあって、中で店長のルナとおしゃべりしませんかと書いてありますので、実際に入ってみましょう。商品の数はとっても限られています。ここは市内の AI の会社が試験的に出しているお店です。ここでは採用する店員も売る商品とその値段、店の壁の色や音楽などすべて AI のルナが決めているということです。すごいです。毎日こうもあります。すごいすごい。毎日こうじゃん。実際にバースデーカードを買ってみました。なんとお会計の時はルナと話をしないといけないらしく、受話器を渡されました。その会話はこんな感じです。ご来店ありがとうございます。今日はどの商品をお買い上げですか？バースデーカードです。いくつかのバースデーカードを売っていますが、表には何と書いてありますか？ It says the world is better with you in it. かしこまりました。バースデーカードで The world is better with you in it と書いてあるものですね。それでは5ドル99セントになりますので、ペイボタンを押してお支払いください。OK。このお店のように AI が人間を雇って人間に指示をして働かせることが良いことなのかどうかが疑問点だそうです。皆さんはどう思いますか？さて、無人タクシーのウェイモですが、先日交差点の角に立っていたら3台のウェイモがやってきました。すごい、3台も来たなと思ったら後にもう1台来て結局4台も並びました。びっくりです。今テトリスハウスに向かっております。あったあった、すごい綺麗です。変わってる。テトリスというゲームがありますが、それに似ているのでテトリスハウスと呼ばれています。家の持ち主が壁画アーティストに頼んで、アーティストと助手の人たちが1ヶ月間かけて塗り終えたものです。今ではちょっとした観光地になっています。フェリービル前のエンバカデロプラザにあるバイランコート噴水の取り壊しが始まりました。以前サンフランシスコへ来られた方は、この噴水をご覧になった方も多いのではないでしょうか。老朽化したための解体となりました。皆さんは広告用のこんなチューブマンを見たことがありますか？先日パウエルストリートとサターストリートの角に立っていたら、仕事が嫌になって何回も顔を壁にぶつけている自虐的なチューブマンがいました。また右手しか動かさないずいぶん怠け者のチューブマンもいました。チャイナベースンパークはオラクルパークからマッコービーコーブと呼ばれる入り江を越えたところにあります。ここでは赤い椅子に座りながら球場やベイブリッジの眺めを楽しむことができます。球場から見るとこんな感じに見えるんですけれども、試合がある日はこの公園に設けられた大型スクリーンを見ながら野球観戦ができます。それでは今から5月1日から日本食の朝食のサービスを始めたボンネネさんというレストランに行ってみたいと思います。開店と同時にやってきました。中に太陽の光が入ってきて爽やかな感じのするレストランです。朝10時からスパークリングワインで失礼します。おにぎりブランチは金曜日土曜日の午前10時から正午までの限定メニューとなっています。味噌汁が結構具沢山ですね。いい感じです。こちらがボンネネさんの朝ごはんになります。今日は明太おにぎりを頼みました。こちらがサーモンのカツですかね。でこちらがポテトサラダでだし巻き卵となっております。すごい綺麗な朝ごはんになっております。こちらがデザートのわらび餅ですね。デザートのわらび餅も含めて体も心も元気になるようなとても美味しい料理でした。
さて LGBTQ の地区カストロ地区へやってきました。今日は改装し終わったカストロ劇場で映画を見てみたいと思います。特に映画よりも内装の方がどのように変わったかっていうのを見てみたいと思います。映画が始まる1時間以上も前から長蛇の列ができています。もう100年以上も前の1922年に完成した劇場ですけれども、当時のチケット売り場もしっかり残っていていいですね。昔の人たちってここでタバコ吸ってたので、ヤニでほとんどこの装飾が見えなくなってたんですけれども、改装してお掃除してくれたみたいですごい模様がよく見えてます。この日は満席で非常に盛り上がってました。そしてカストロ地区といえば夜市も行われています。いろんなブースが出て、食べ物、飲み物、アクセサリーや小物、そして衣料品などが買えます。犬もダンサーたちにびっくりしています。自分はダンサーよりもとんかつ屋のカツサンドに興味を惹かれました。犬たちが楽しそうに走り回るデュボースパークからちょっと歩くと、サンフランシスコ市民に愛されるフレンチのラルドワーズビストロがあります。フランス人の人が経営しているので、まるでパリに来たような感じになれます。サンフランシスコの恋人同士が初めてのデートで勝負下着を履いてくるロマンチックなレストランです。ここでは何を注文してもがっかりすることがないというのが自分の経験です。ベイガーディアン氏の読者投票でベストフレンチとして昨年選ばれています。最近ニュースでも話題になったチョンカーズという巨大なアシカがいるということで、ピア39にやってきました。チョンカーズを一目見ようとすごい人だかりでした。通常のアシカの3倍ぐらいの重さがあるそうで、だいたい 907kg と言われています。この日は30分ぐらい粘ったんですけれども、残念ながら見ることはできませんでした。先日ケーブルカー乗り場の横に巨大な冠が現れて、なんだろうと思ったら、バーガーキングが子供がいる家族向けにイベントをやっていました。ノースビーチを歩いていたら、立ち止まって花の香りを楽しんでくださいと歩道に書いてありました。壁一面のジャスミンが放つ甘い香りに惹かれて、しばらく立ち止まっていました。サンフランシスコで人気上昇中の蕎麦屋さん空に行ってみました。北海道と長野から取り寄せた蕎麦粉 100% を使った麺を使用しているようです。こちらは串天ぷらが有名なようです。自分は久しぶりに鴨そばと天ぷらをいただきました。とんがり屋根のトランスアメリカピラミッドからレーザー光線のライトショーも行われました。とんがった部分と一番上のライトは色が変えられるんですね。同じ時、セールスフォースタワーのてっぺんでは走る人たちの映像が映し出されました。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークをクリックしていただければ飛行機がピューンと飛んでいきますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。